皆様、お待たせいたしました。定刻となりましたので、三田社長、お願いいたします。おはようございます。私は日本通信株式会社代表取締役の三田誠二でございます。本日はご出席していただいてありがとうございます。当社定款の規定により、私が本日の議長として務めさせていただきます。それでは、ただいまより、日本通信株式会社第17回定時株主総会を開会いたします。なお、本日の総会は、終了後に、当社ウェブサイトでインターネット配信をいたします。株主の皆様のプライバシーを守る配慮いたしますので、ご安心していただきたいと思います。それでは、本総会に必要な定則数について、事務局の方から報告させていただきます。ご報告申し上げます。本総会におきまして、議決権を有する株主数は16,310名、その議決権の個数は134万3410個でございます。本日ご出席の株主数は、すでに議決権行使書をご提出いただきました株主様の分を含めまして、3290名、その議決権の個数は54万9890個でございます。従いまして、本総会の議案を決議するために必要な定則数を満たしておりますことをご報告申し上げます。ありがとう。それでは、役員の紹介に移りますが、その前に、日本通信の役員の体制についてお話しさせていただきます。当社は上場以前より、過半数の社外役員に参加いただき、株主の皆様の立場を確実に守る体制を取らせていただいております。実際現在、取締役7名のうち、社外取締役は4名でございます。また、監査役の4名は全員社外監査役でございます。このように株主を代表する立場からコンフリクトなし、企業経営を監視、助言していただけるコーポレートガバナンスの体制で働いていただいております。この体制は他の上場企業より明らかに頑丈の体制でございます。その理由は、この方たちは私が人事権を持っている方たちではありません。または私たちに収入を期待して頼っている方たちではありません。独立専門家でございます。早速、当社の役員をアルファベット順でご紹介させていただきたいと思います。では、社外取締役からご紹介させていただきます。ドイル取締役。ドナルド・ドイルです。よろしくお願いします。井戸取締役。井戸一郎でございます。どうぞよろしくお願いします。塚田取締役。塚田でございます。よろしくどうぞお願いします。ボンダーシュメット取締役。
続きまして、社内取締役を紹介させていただきたいと思います。福田代表取締役副社長。福田直忠でございます。どうぞよろしくお願いいたします。片山代表取締役常務。続きまして、監査役をご紹介させていただきます。塚本常勤監査役。塚本史郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。諸田監査役。中山監査役。山口監査役。続きまして、執行役員を紹介させていただきますが、その前に、日本通信の執行役員の制度を簡単にご説明させていただきたいと思います。日本通信の執行役員は、シニアマネジメントメンバーとして、特定の業務責任を持って、同時に会社全体の責任にも持ってあっております。執行役員は取締役会に出席しますが、取締役会の決議には参加しておりません。それでは執行役員をご紹介させていただきます。カスタマーコミュニケーションを統括している田島常務執行役員。田島淳でございます。どうぞよろしくお願いいたします。グローバルネットワークを統括している工藤上席執行役員。ファイナンスを統括している横山執行役員。ビジネスディベロップメントとアドミニストレーションを統括している澤執行役員。澤キープでございます。どうぞよろしくお願いいたします。米国企業子会社 CSCT 社長ウィン執行役員。グローバルスタンダードでは取締役会に企業法専門の弁護士をアドバイザーとして出席していただいております。日本通信のアドバイザーは大岸弁護士。以上でご紹介を終わります。それでは監査報告に移ります。塚本常勤監査役からお願いいたします。私は当社常勤監査役の塚本史郎でございます。当社の監査役会は平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第17期事業年度の取締役の職務の執行並びに会計監査人の監査の方法及び結果について各監査役の監査報告書に基づき審議の上、全会一致で監査役会監査報告書を作成いたしました。その内容はお手元の招集ご通知の50ページ及び51ページに、掲載されております。また会計監査人である東洋監査法人の監査報告書は同じ招集ご通知の46ページから49ページに掲載されております。ここで改めて監査役会監査報告書の内容をご報告いたします。事業報告及びその付属明細書につきまして指摘すべき事項はなく、取締役の職務の執行に対する監査につきましては不正の行為または法令もしくは定款に違反する
重大な事実は認められませんでした。次に、計算書類およびその付属明細書並びに連結計算書類に関する会計監査人の監査の方法と結果は相当であると認めます。最後に、本日の株主総会に提出いたしております議案及び書類につきましては、法令及び定款に適合しており、指摘すべき事項はございません。以上で監査役からの報告を終了いたします。ありがとうございます。それでは報告事項に移りますが、その前に一つお願い申し上げます。私は日本語は完全ではありませんので、皆様から誤解を招くことがないように、事業報告や議案の条程などの長く説明する部分については、代表取締役副社長の福田が代行させていただきたいと思います。前もってお許しをいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また、ご質問は、ご報告やご説明がすべて終わりました後に、まとめてお願いいたします。それでは、その事業報告の前に、毎年私はこの時間はスクリプト外で皆様と一言葉申し上げさせていただいている時間なんですけれど、前半と後半としてその事業報告の後にも一言葉締めりとさせていただくつもりですけれど、日本通信は16年前設立して、まだ若い会社だと思っておりますけれど、この今の現状の情報社会、我々今現在毎日生きている状態は、英語では too much information、 情報がありすぎるということで大変困っている若い方たちがいる。またはその方たちがこれからどうやってこういう社会で生活して伸びていくのかということもご心配なさっていると私は思います。それを16年前、こういう形で、ますます通信がその情報を運ぶ機能でございますので、その効率、またはどういうふうな形で運ぶかによって、どういう方向にその情報が使えるか、使われるか、使うか、どういうふうに人を傷つけるように使うか、または人の人生を強化するように使うかということを、いろいろなことを考えて、その流れを我々として設計しながら、この会社をこういうふうな形で動かしてきているつもりでございます。まず、日本を中心として、とりあえず私は日本人ですから、日本国の経済に反映させて、世界のグローバルの社会に、この情報通信の技術、または情報通信のリーダーとして、グローバル展開、またこの我々としての経済を、またトップの経済に戻すということも期待できるような形で我々は働けるんじゃないかなという夢で、この会社をこういう形で努力させていただいております。その中で、人間は世界中考え方は変わっておりません。環境によって考え、または文化、流れとか変わっているところもありますけれど、殴ったら痛いと、転んだら痛い、なぜてあげたら喜ぶというような動物でございます。または、我々は無線の動物でございます。もしくは、最後につながってた線は、生まれた時に切りましたよね。
無線の状態で我々は自由にどこからでもどういうことでもできるような環境で過ごしたい、働きたいっていう気持ちが我々の心でございます。ですよね。最終的に通信というものは無線では人間に対しては役に立たない。十分役に立たないということでございますね。ということで我々としてはこの無線通信をますます活躍されるように日本国のルール、法律、制度、すべて自由になるように、またはどの企業でも日本の製品開発力を活躍できる日本のメーカーさんまだその能力を持っておりますので、その技術を使って世界のまた事業展開、活躍できるようにすることも我々としてそういう強化をできるような努力をしてきているつもりでございます。で、そういう会社として小さい会社ですけれど、我々としては日本のルール、日本の環境を自ら移動体通信の中では変えてきております。日本は世界の唯一の移動体通信のネットワークが開放されている国です。世界中、垂直統合でオープンしないで、誰にも入れないで、自社で全部やろうとするのが通信キャリアの世界の状況です。日本はしかし義務付けでネットワークを開放しなくちゃいけないという形が、日本通信は長年前からそういう環境に対して努力させてきて、いよいよそういうふうに完成されたから、こういう場で皆様にそういうことをやってきている会社だということをご報告できるようなことでございます。決して自慢しているということより、これからやることに対しては、その環境、またそれのやり方によって相当のリスクを取りながらやっていかなくちゃいけないことでございますけれど、そういう時にも引き続き皆様のご支援をいただきながら、皆様のために我々として、皆様だけじゃなくても、もっと幅広い日本の人口に対しても我々は働いているつもりでございますので、どうぞよろしく申し上げます。それでは代表取締役副社長の福田から事業報告させていただきます。代表取締役副社長の福田でございます。議長の指名により、第17期の事業報告、並びに連結及び単体の計算書類の報告をさせていただきます。報告事項はお手元にあります招集後通知3ページから51ページに記載されておりますが、スライドを使って概要をご説明いたします。なお、本日は株主の皆様にお集まりいただいているせっかくの機会でございますので、当社の事業概要および事業方針について合わせてご説明させていただきます。アジェンダとしましては、日本事業および米国事業についてご報告し、その後に来期への取り組みをご紹介させていただきます。その上で、当社が日々のオペレーションをどのように遂行しているのか、これは当社独自の方法で行っておりますので、そのご説明をさせていただきます。そして最後に経営成績をご報告させていただきます。まず日本事業についてご報告いたします。当社は創業時よりそれまでなかった事業モデル、後になって MVNO 事業モデルと命名されましたが、この事業モデルを提唱し、自ら実践してきている会社です。まずはこの当社の事業モデルについての概要をご説明いたします。若干背景の説明から入りたいと思いますが、当社の創業時、すなわち1996年から
今日までの17年間、私たちに最も大きな影響を与えたのは、インターネットの普及であり、インターネットが世界を変えてしまいました。政治から経済、産業、私たちの日々の生活など、影響を与えていない分野はないほどの変化が次々と起こりました。これほど大きな影響を与えたインターネットですが、このインターネットを生み、普及させた原動力こそが、実は通信網の開放なのです。冒頭、CEO メッセージで、今日の時代は Too much information と情報氾濫しているということがありましたが、その原因こそが通信網の開放なのです。この通信網の開放が何を意味しているのか、ステップを踏んでご説明いたします。皆さんのご自宅には固定電話があると思いますが、その電話は NTT の局舎につながっています。そしてその局舎は全国の局舎とつながっています。スライダーをご覧いただきますと、左上の家から右上の家に電話をして話ができる、この仕組みがあるからできることです。そしてこの電話線を使って家からインターネットにつないだのが ADSL 事業者、具体的には YahooBB や e アクセスなどの事業者です。ADSL 事業者は家から局舎までの電話線を NTT から借りてインターネットにつないでいるのです。1990年代半ばに何が起きたかと言いますと、世界中の電話会社に対してこの電話線を他の事業者に貸し出すことを義務付けたのです。この義務付けこそが通信網の開放と呼ばれるものです。ADSL 事業者は NTT と直接接続することで初めてサービスを実現するため、通信網の開放というのは実は接続義務という形で NTT に課せられているのです。今ご説明した電話線の開放と日本通信が実現した携帯網の開放は実は全く同じものです。皆さんのお持ちの携帯電話は基地局につながり、その基地局は全国の基地局とつながっています。左上の携帯電話から右上の携帯電話を電話して話をすることができるのはこの仕組みのためです。日本通信はこの基地局などの設備を借りて携帯事業者と接続をして左側のスマートフォンから基地局を通って当社がインターネットにつないでいます。携帯事業者に開放を義務付け、すなわち接続を義務付けることで世界で初めて実現したのです。今ご説明した電話線、つまり固定網の開放は ADSL 事業者という新たな産業モデルの新規参入を促進し、これがブロードバンドの普及、そしてインターネットの普及を果たしました。携帯網の開放は日本通信が実現したものですが、これにより MVNO 事業者という新たな事業モデルによる新規参入を促進しました。しかし、携帯事業者の支配力は極めて巨大であるため、モバイル市場の開放と策として政府はSIMロック解除という方針を打ち出しました。SIMロック解除に関するテレビや新聞の報道はその本質を見ていないものが多かったようですが、実はSIMロック解除により販売力を持つ販売会社、例えばイオンやヨドバシカメラ、アマゾンのような会社が新規参入できるようになったのです。SIMロック解除が行われた2ヶ月後にイオンがイオンSIMを発売したのは偶然ではございません。さらに端末メーカーや家電メーカーなどさまざまなメーカーが新規参入できるようになり、
現在、多くのメーカーが当社に参入支援を要請してきております。SIMロック解除こそが、実は MVNO の新規参入促進の起爆剤となっているのです。ここで簡単に SIM とは何かをご説明いたします。SIM というのは、携帯電話やスマートフォンの中に入っている小さな IC チップカードです。このスマートフォンにドコモの SIM が入っていると、ドコモの通信サービスが受けられますし、ソフトバンクモバイルの SIM が入っていると、ソフトバンクの通信サービスが受けられます。それと同様に、日本通信の SIM が入っていると、日本通信の通信サービスが受けられるようになっています。日本通信は SIM の提供を通して新規参入事業者、そしてお客様にサービスを提供してきています。2010年4月、今から3年前に SIM だけをパッケージにして発売したのが皮切りです。翌年の2011年6月には、イオンとの提携により、イオン SIM を発売しました。月額定額980円で使える SIM は、携帯事業者の定額料金が5000円以上していた時代に画期的なものとなり、テレビや雑誌等でも報じられました。これにより SIM 市場というものが形成され、その後、ヨドバシカメラやアマゾンなどが当社のパートナーとして参入したのです。SIM の販売拡大に対しては、当社はパートナー企業、特に顧客基盤を持ち、大きな販売力を持つ企業と提携し、これを拡大してきました。先ほどご紹介した企業以外に、本年度は楽天が SIM の販売を始めて話題になっていますが、これも当社と丸紅との合弁会社である丸紅無線通信経由で提供しているものです。携帯事業者は自らドコモショップのような店舗を持ち、基地局から端末、さらに販売まで全て自分で行っていますが、当社は各企業の強みを生かした提携により販路の拡大を図っています。当社が提供する SIM 商品は大きく2つに分けられます。一つはプリペイド型 SIM で、これは例えば14,900円で SIM を買うと、それによって6ヶ月間使用し続けることができます。これに対して月額課金型 SIM は、クレジットカードを登録していただき、毎月980円をお支払いいただくものです。こちらのグラフは、プリペイド型と月額課金型の過去3年間の売上推移です。当社は2001年からプリペイド型を販売してきておりますが、これに加え月額課金型 SIM を投入し、イオン、ヨドバシカメラ、アマゾン、NTT 東西といった販売パートナーの販売力を生かして急速に拡大しています。このように当社の主力商品である SIM が着実に成長していることが、10四半期連続での黒字計上という結果につながっております。以上が当社の日本事業についての報告ですが、続きまして米国事業について、米国 CSCT 社の社長であるマーク・ウィンから通訳をつけてご報告させていただきます。マーク、プリーズ。Hello, I'm Mark Wen from CSCT, and I will report on the U.S. business. CSCT 社のマーク・ウィンです。米国事業についてご報告いたします。CSCT was incorporated in 2006 and has been deploying the same business model as JCI. CSCT 社は2006年に設立され、日本通信と
同じ事業モデルを米国で展開しています。CSCT can provide private network services to our customers because, just like JCI is directly connected to Docomo, CSCT is connected directly to U.S. mobile carriers. CSCT is now providing mobile service to ATM and other financial applications, which has a very high standard for information security. 日本通信が株式会社 NTT ドコモと相互接続をしているように、CSCT 社は米国の携帯事業者のネットワークに接続し、無線の専用線を提供できるようになりました。これにより、ATM のような情報セキュリティに極めて厳しい機器向けにサービスを提供しています。Moreover, CSCT is the only U.S. company that provides a private wireless network, and JCI Group holds the patent on the technology. しかも、無線専用線サービスは他社がやっていない CSCT 独自のもので、JCI グループは特許を取得済みです。The private wireless network does not touch the public internet, so there is no risk of customer information or financial transaction information being stolen. 無線専用線はインターネットとは一切接することがないため、顧客情報が盗まれたり、金融取引情報が盗まれたりすることはありえません。Thus, our customers who use CSCT private wireless network can prevent the risks such as information leakage and hacking attempts. したがって、当社の無線専用線を採用するお客様は、情報漏洩やハッキングのようなリスクを未然に防ぐことができるのです。CSCT has been focused on the ATM market in the U.S. for the past 5 years. CSCT 社はこれまでの5年間、ATM 向けサービス提供に集中して取り組んできました。And I will explain why our customers choose CSCT. お客様に CSCT 社を選んでいただける理由をご説明します。First, CSCT is able to provide the networks of all U.S. top 4 carriers. We can choose the best carrier for a particular location, which obviously cannot be done by a single carrier. 一つ目として、CSCT 社は、米国の大手携帯事業者4社すべてのネットワークを提供できます。それぞれの場所に最適なネットワークを提供するという、携帯事業者自身にはできないサービスを提供しています。Second, CSCT is the only private wireless network company that has passed the PCI DSS security standard. PCI is a coalition of credit card and debit card networks like Visa and American Express that has defined a standard called PCI DSS, which is the information security standard for credit and debit card transactions. 理由の2つ目は、CSCT 社が業界のセキュリティ基準を無線で満たしている唯一の無線専用線事業者であることです。ビザやアメリカンエキスプレスのようなクレジットカード、デビットカード会社の業界団体である PCI は、決済取引における情報セキュリティ基準として PCI DSS と呼ばれるセキュリティ基準を定義しています。Since the CSCT network is PCI DSS certified, ATM operators, retail point-of-sale businesses, and vending machine operators that use CSCT private wireless network are not required to spend money on scans for PCI audits because CSCT has already done the certification for them. CSCT 社はこのPCI DSS 認定を受けている唯一の無線事業者であり、そのために CSCT 社の顧客である ATM 事業者、レジ端末を利用する店舗、
自動販売機事業者は PCI DSS の認定を自社で受ける必要がなくなるという大きなメリットを提供しています。Our competitors in the ATM market are primarily top 4 mobile carriers and other MVNOs, but CSCT has already captured approximately 15% market share. この分野での競合相手は大手携帯事業者と他の MVNO 事業者ですが、このような市場において当社はすでに約 15% のシェアを獲得しています。CSCT has established itself as the leader in the U.S. ATM market, although our service is the highest priced. CSCT 社は米国の ATM 向け市場において最も高い料金でサービスを提供しているにもかかわらず、市場におけるリーダーの地位を確立しています。Because CSCT has been able to attract more customers in the ATM market while maintaining higher pricing levels, we were profitable in 2012. CSCT 社は ATM 向け市場でサービス提供機器数を伸ばしており、しかも他社よりも高い料金で提供していることもあって、今年度は設立以来初めての黒字化を達成しました。As CSCT's business in the ATM market has grown, we have faced a new challenge with our customers. The problem is that customers have to use fixed line connections because mobile networks have too much downtime and are not reliable. ATM 向けサービスが伸びるに従い、この2年ほどお客様から新たな課題を頂戴していました。携帯ネットワークはつながらない時があるため、安心して使うことができない。だから高くても固定の専用線を使わざるを得ないという点です。CSCT took this problem seriously, and we came up with the dual network strategy, which uses 2 different mobile networks in a single device. CSCT 社はこの課題に対して真剣に取り組み、2つの携帯ネットワークを使うデュアルネットワーク戦略を打ち立てました。The dual network strategy enables us to provide 99.9% operational availability and a more reliable service compared to fixed line connections, a highly secured private wireless network, and lower price than fixed line and higher price than single network product to our customers. As a result, CSCT can enjoy high profitability. デュアルネットワーク戦略により 99.9% 以上の稼働率を保証することで、固定網よりも信頼性が高いサービスを提供し、専用線としての高度なセキュリティを提供し、固定網より安く、シングルネットワークより高いサービスを提供することで、お客様にはコストダウンを図れるというメリットを提供しています。その結果として、CSCT 社は高い利益率を享受できます。Field testing has started with selected visionary customers, and the service should be officially introduced soon. すでに一部の先進的なお客様のところで試験導入が進んでおり、本格導入が間もなく始まってくるものと思います。As CSCT has established its leadership in the ATM market and become profitable, we will now expand our unique service to other markets such as bank ATMs, retail point of sale, and vending machines. このように CSCT 社は独自のサービスにより ATM 市場においてリーダーの地位を確立しました。CSCT 社は ATM 以外にもレジ端末や自動販売機など他の分野に顧客基盤を広げていきます。And we are looking forward to bringing soon to Japan
the security-related products born out of U.S. security and regulatory requirements. 米国は世界で最も厳しいセキュリティ基準を持っていますが、その要件を満たしたサービスを日本に市場投入できることを楽しみにしています。We appreciate your continuing support of the U.S. business. Thank you very much. これからの米国事業にご期待いただき、ご支援をお願いいたします。ありがとうございました。Thank you, Mark. 以上、日本および米国でどのような事業展開を行ってきたかについてご報告いたしました。このような事業展開に並行して、今期は期中から来期に向けた取り組みをスタートしておりますので、ご報告させていただきます。当社の歴史を振り返ると、まずは音声 MVNO、つまり携帯電話の MVNO サービスを法人向けに開始しました。そして2001年、PHS 網との接続により、データ通信の MVNO を世界で初めて実現し、B モバイルというブランドの商品を発売いたしました。その後、ドコモに接続を申し入れ、2007年の総務大臣裁定を経て、2008年に携帯網を使い、MVNO を開始いたしました。そして2010年に SIM という商品を発売し、SIM 市場を生み出したのです。この通り、当社は創業以来、次から次へと新たな領域を生み出してきております。そして今、SIM 市場が立ち上がったことから、この収益を生かしながら取り組んでいるのが、ソリューション市場の立ち上げです。その一つは、先ほど米国事業の報告でご説明したデュアルネットワークです。米国事業から生まれた新サービスですが、これを日本でも展開すべく、すでに KDDI とソフトバンクモバイルに接続を申し入れました。2つの携帯網を使うことで、信頼性を持つセキュリティがあるネットワークサービスを提供することが可能になりますが、これはドコモや KDDI にはできない技です。そしてもう一つ、大変多くの企業からご要望されているニーズにお応えすべく準備を進めているのが、会社でのスマートフォン活用です。一言で言えば、オフィスの電話機をスマートフォンに変えられないかという要望です。実はオフィス内だけであれば、すでに携帯事業者が提供を行っていますが、あくまでもオフィス内に限定されていて、外に出たときに困るため、導入は全く進んでおりません。そこで当社は、外に持ち出しているときでも、スマートフォンが会社の内線電話として使える、あるいは会社宛ての電話をスマートフォンで外にいて受けられるという日本通信独自のソリューションを開発しています。これは当社がすでに特許を取得している無線専用線があって初めて実現できるもので、法人市場において大きな販売力を持つ会社を巻き込んで準備を進めております。これらは一例に過ぎませんが、これまでにできなかったことをできるようにする、そういうサービスを次から次へと打ち出していきます。さて、当社が創業した時代には、携帯事業者はなんと54社も存在していました。その中で MVNO 事業者は当然のことながら当社1社だけの状態だったのです。それから十数年の間に携帯事業者は寡占化が進み、実質上わずか3社に集約されております。一方で
MVNO 事業者は1社から345社へと急増しております。この事業者数の推移に対し、今日の政府は、MVNO は通信の公正な競争環境づくりに必須であるという明確な位置づけを与えており、その第一人者である当社にとっては強い追い風となっています。一方で、345社も MVNO が出てきたことにより、競合環境が厳しくなるのではないかと心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。今ご説明しましたとおり、他社にはできない明確な差別化を持ったソリューションという武器を着々と準備をしております。なぜならば、携帯網の開放によって誰でもが MVNO になれるという仕組みを作ったのはまさに当社であり、だからこそこの流れは当社としては読み切っている流れだからです。とはいうものの、言うは易し、行うは難しと申します。携帯事業者および345社にもなっている MVNO 事業者との競合も意識しながら、新しい市場を次から次へと生み続けるということは、これ自体が大きな経営課題です。この経営課題に対して、当社がどのように取り組んでいるのかについて、代表取締役常務の片山美希からご報告させていただきます。片山さん、お願いします。ヒューマンリソースオペレーションを担当しております片山美希でございます。国内および米国事業についてはご報告のとおりですが、これらの事業の経営課題にどのように取り組んでいくか、重要な鍵となっているヒューマンリソース戦略についてご報告申し上げます。日本通信の経営課題は、MVNO への新規参入の支援促進とグローバル展開です。MVNO 事業の第一人者である日本通信には、MVNO 事業に新規したいと考える企業からご相談を多くいただいております。しかし、それらの企業が実際に本腰を入れて協業に移行するまでは、MVNO/MVNE パートナーシップの可能性があるだけに過ぎません。期待だけで将来のために社員を増員するということは無謀な先行投資です。しかし、新規参入したい会社が現れた途端、一気に膨大な量の仕事が発生し、それらを速やかに対応するための人的リソースが必要になることもまた事実です。前もっての増員はできない。しかし、その時が来た時に人を採用していたのでは間に合わない。大きなジレンマです。日本通信では、こうしたジレンマをクルーシステムで回答しています。日本通信がクルーシステムで事業を遂行するようになって2年と9ヶ月が経ちました。当初は達成しなければならない業績目標は高く、しかしそれを実現するための必要な人は足りないといった危機的状況にありましたが、うつ病や過労で倒れる人を出さずに過去にないほどの実績を上げることに成功しています。3年前までは日本通信も従来型の組織、すなわち社員は部署に配属されて毎日一定の仕事に取り組むという組織を運営していました。いわゆる150年前産業革命で誕生した同じものを作り続けることが求められた製造業の変化を防止する組織モデルです。しかし現在は高度情報化社会です。膨大な量の情報が24時間365日瞬時に伝達されています。
その結果、世界中で激しい変化が起こっており、企業は変化に対応できることが求められています。従来型の組織モデルが変化への対応を妨げていることが明らかになったとき、日本通信は部署のある組織を完全に捨て、就業規則も抜本的に改め、私たちが身を置いている情報社会、IT 産業、グローバル経済の中で事業を進めていくために最適な事業遂行モデル、クルーシステムを発明し、運用し始めたのです。クルーシステムでは、日本通信が事業を行う上で欠かせない業務をファンクションとして整理しています。そして EO、FO、クルーという3つの立場の人で運用されています。EO は CEO を含めた7名の社内役員です。週に最低でも1日は丸々時間をとって、日本通信の経営課題を話し合い、優先順位を決定しています。FO は日本通信のビジネスを行う上で必須のファンクションを任された責任者です。社員はクルーとしてスロットと呼んでいる2時間単位のセッションで仕事をしています。どのファンクションに誰が何スロット働くかは、FO から提出されたクルーリクエストの中から、私がクルーチーフとして会社のその日の優先順位に沿って決定します。例えば1日8時間として、開発のファンクションに2スロット働き、物流に1スロット、経理に1スロット働くといった形です。クルーシステムはシンプルな仕組みですが、サーボメカニズムという自己補正の理論を応用しており、変化に対応し続けることを可能にする唯一かつ最強の仕組みです。鍵となるのがフィードバックです。クルーは働いたスロットごとにフィードバックを行います。一つ目のファンクションのスロットが終了したら、次のスロットに移る前に行った業務内容と仕事を終えた今の気持ちをスマイルマークで報告するのです。数分の簡単な報告です。このフィードバックで2つのことが可能になります。一つはリアルタイム適材適所。もう一つはリアルタイム人事効果です。FO はクルーのフィードバックを見て、仕事が予定通りに進んでいるのか、クルーはその仕事を行って満足だったか、不満だったかをリアルタイムに知ることになります。仕事が遅れていれば、いつどのようにキャッチアップするかをすぐに検討します。それが追加のクルーリクエストにつながる、またはやり方の見直しにつながります。クルーが仕事を終えて不満だった場合、何が合っていなかったのかを確認しています。例えば、FO としては慣れた仕事をしてもらう方が効率がいいので同じ仕事をしてもらったが、クルーはもっと他の仕事ができるようになりたいと感じていたため不満だった場合、次は別の仕事を覚えてもらうクルーリクエストを検討します。こんなに情報にあふれた日常ですが、自分自身に関する情報は意外なほど少ないものです。活動の大半を占めている仕事に関して、よくできたのか、悪かったのか、認められているのか、などの自分に関する情報、すなわちフィードバックが会社から得られることは大きいことではないでしょうか。日本通信は本格的に新卒採用を始めて5年になりますが、辞めた新卒社員が一人もいないということは偶然ではないように思えます。このようにクルーシステムは直接的には社員に関わるシステムですが、日本通信には大切にしなくてはならない3つのグループがあります。お客様、株主の皆様、社員です。この3つのグループに応えていくのがクルーシステムです。クルーシステムでは
機動的に今の優先課題に取り組み、同時に事業機会が急浮上したら捉えるための社員の育成と士気の維持が可能です。クルーシステム自体が変化を起こす事業遂行モデルです。定期的に決算等で報告をさせていただきますので、楽しみにしていただくとともにサポートをお願いいたします。ありがとうございました。片山さん、ありがとうございます。報告事項における計算書類の報告について、経営成績としてご報告いたします。まず、連結損益計算書です。詳しくはお手元の招集後通知31ページに記載のとおりです。売上高は39億4000万円。これから売上原価、並びに販売費および一般管理費を引いた営業利益は3億5800万円となりました。経常利益は3億5100万円。当期純利益は2億8500万円を計上しています。先ほど来期への取り組みでもご紹介いたしましたが、ソリューション開発を最優先していることから、売上および利益の成長はそこそこのレベルにとどまってはおりますが、先行投資をしていること、そしてこの先行投資が来期以降に大きな成果として効果が現れてくると考えておりますので、ぜひこの点をご理解いただきたいと思います。なお、前年の当期純利益には、丸紅との合弁会社設立にあたり、子会社株式を売却した特別利益などが含まれているため、それらを取り除いた当期純利益としては増益になっております。従いまして、第7期は実質的には増収増益といった結果でございます。このスライドは、当年度の連結貸借対照表の概要です。詳しくはお手元の招集後通知30ページに記載のとおりです。流動資産は38億4900万円。そのうち現金および預金19億6800万円。および科目としては有価証券と表示されております銀行の MMF2 億円の合わせて21億6800万円のキャッシュを保有しております。固定資産は12億5000万円ありますので、資産合計としては50億9900万円となっています。負債側では、流動負債13億7100万円、固定負債11億8100万円で、負債合計25億5300万円。また、株主資本などの純資産合計は25億4600万円となっております。以上が連結の計算書類の報告でございますが、単体の計算書類については、お手元の招集後通知38ページから45ページに記載のとおりです。現時点においては、単体と連結は似た傾向にあるため、ご説明は割愛させていただきます。以上が当年度の経営成績ですが、直前3事業年度と合わせた4年間にわたる推移がこちらのスライドです。お手元の招集後通知7ページに記載しているものと同じものです。上から2行目、経常利益の推移をご覧いただくと分かりますが、第14期には12億円近い赤字の状態から着実に黒字転換を果たしてきた様子がご確認いただけます。この黒字転換に伴い、下から2行目の総資産および一番下の純資産は着実に増加してきております。
過去3年間の業績を半期ごとの連結営業利益として示しているのがこのグラフです。この2年半、つまり10四半期にわたって黒字を計上し続けております。これは主にSIM市場を立ち上げたことで、SIMの事業が順調に育っている成果です。一方で、当社としては、その次のステップとして、ソリューションの開発を並行して進めております。したがいまして、利益の額自体は、ほぼフラットに推移しておりますが、先行投資を行っていることをご理解いただきたいと存じます。以上、ご説明してきたことをまとめますと、当社は世界で初めて携帯網を開放し、そこからSIM市場を生み出し、黒字転換を果たしました。このSIM市場自体も決して小さなものではございませんが、他の事業者との差別化、さらには当社の中期および長期にわたる意味での収益基盤を考えると、SIM市場よりもはるかに巨大であるソリューションの市場を切り開くべきであり、現在このソリューション開発に取り組んでいるところです。ソリューション分野では他社との明確な差別化が可能になり、この市場におけるリーダーシップを日本通信は取りに行きます。その戦略方針として、当社グループのグローバル化があり、これを実現する戦略基盤こそがクルーシステムなのです。株主の皆様には、引き続き当社グループが進める事業方針をご理解いただき、ご支援賜りたく存じます。以上で報告事項の報告といたします。ありがとうございました。ありがとう。まだ私はスクリプトガイドとしてお話申し上げたいと思いますけれど、先ほどの業績ですけれど、私どもはこの、程度として先行投資しながら、このある意味ではパートナーシップが構築する一社ずつのことを努力して、そういう商談が完成するところで、我々としての急成長をまた期待できるような形だと思います。しかしながら、その間には絶対赤字に戻るということはするつもりではございませんので、それは安心していただきたいと思います。一言は、どうして私どもの会社には3人しか代表取締役いないのに、1人はヒューマンリソースの担当が代表取締役になっているかということの一言は、私が経営として信じていることを一言申し上げたいことは、私どもとしては、また私自身は CEO、チーフエグゼクティブオフィサー、社長として責任は何かと申し上げましたら、簡単に2つに分けられます。一つはもちろん、ファイナンシャルリソースをちゃんときちんとマネージして強化させなくちゃいけない。先ほどの利益ということの同じことでございますよね。で、もう一つは、皆さんきっと、そうかっておっしゃるかもしれませんけれど、決して普通の経営陣は意識されてないんじゃないかと心配しているほど、それは何かという申し上げましたら、CEO の責任としてヒューマンリソース、社員はヒューマンリソースとして扱わなくちゃいけないと。しかしながら、企業ではヒューマンリソースというより、人事、社員はどう扱われるかと言いましたら、基本的に道具、材料、どこに置いてどこにやってもらう、何やってもらうかということを決めていくということが人事の制度であると思います。しかし、当社の場合には、ヒューマンリソースというものは、リソースというものは我々として獲得して育てて、投資して、それを強化して、その力を強化して、会社、また我々に対して、ますます力を示してもらえるリソース、
生きているものだというふうに関心を持っていることでございますので、毎日我々としては社員と人事評価経由コミュニケーションを行っております。先ほど片山がフィードバックっていう言葉を申し上げましたけれど、私はフィードバックっていうものは脳の栄養というふうに形で信じております。毎日我々自身も誰かが言ってもらえるから前向きに進めるんじゃないでしょうか。目で見て赤信号があるからそこで止まると。それも全部人間に対してフィードバックとして情報があるから我々は毎日の日常生活できるんじゃないでしょうか。または新しい人会って、この人いいやつだなと思うけれど、本当にその人は私をいいやつかと思ってくれてるかと。特に男女の関係ではそれは重要じゃないでしょうかね。特に若い方たちは。そういう情報はフィードバックって申し上げましたので、この我々として先ほど片山が説明されたすべての、今までのということでございますけれど、一応受付で皆様が本日いらっしゃっていただいたときに登録していただいたところで、本を差し上げさせていただいたと思います。その本にはそのフィードバックということも含めて、我々のクルーシステムのどういうふうに始まったか、概念、またはどうやって日本通信を運用しているかということが詳しく書かれておりますので、お時間ある限り、ぜひとも読んでいただいて、ますます日本通信をご理解なさっていただいて、それで支援していただくことを期待していますので、よろしくお願いいたします。それで事業報告を終了させていただきます。ありがとうございました。それでは、これより決議事項に移ります。副社長の福田から説明させていただきます。それでは議案の上程に入ります。上程方法としては、第1号議案から第3号議案までの各議案を一括上程させていただきますとともに、そのご説明をさせていただきます。まず、第1号議案、定款一部変更の件を上程いたします。お手元の招集5通知、52ページおよび53ページに記載しておりますので、ご覧ください。概要としてましては2つあります。1つは本店所在地の変更、2つ目は単元株制度の採用です。これは大阪証券取引所が定めた規定に対応するため、当社の単元株式数を100株とする単元株制度を採用するとともに、単元株制度の採用にかかる所要の変更を行うことについてご承認をお願いしたいと存じます。続きまして、第2号議案、取締役4名選任の件を上程いたします。お手元の招集5通知、54ページから57ページに記載しておりますので、ご覧ください。現任取締役のうち、三田誠司、テレーザ S. ウォンダーシュミット、ドナルド・ドイル、および塚田武雄の4氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、三田誠司、テレーザ S. ウォンダーシュミット、および塚田武雄の3氏を再任するとともに、新たに諸田拓氏の選任をお願いしたいと存じます。なお、諸田拓氏は、現在、当社の監査役ですが、本総会終結の時をもって、監査役を辞任する予定です。最後に、第3号議案、監査役1名選任の件を上程いたします。お手元の招集5通知、58ページに記載しておりますので、ご覧ください。
現任監査役のうち、諸田拓氏は本総会終結の時をもって辞任しますので、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。以上で議案の上程及びご説明を終わります。それでは、この後の進行方法についてお諮りしたく存じます。まず、報告事項及び決議事項のすべてについて、株主の皆様からご意見、ご質問をまとめてお受けいたします。その後に、決議事項の採決を行うという進行方法と取りたいと存じます。この方法について、ご賛同いただける株主様は挙手をお願いいたします。ありがとうございます。過半数のご賛同を得ましたので、この方法で進めさせていただきます。それでは、質疑応答に入らせていただきますが、その前に、いくつか注意事項を申し上げます。議長から指名された方は、会場中央に設置してあるスタンドマイクのところまで移動していただき、そちらでご発言をお願いいたします。ご質問の際は、お手元の出席表の番号と、株主様のお名前をおっしゃっていただき、できるだけ簡潔にお願いいたします。具体性に欠けるもの、会議の目的と関係のないもの、ご説明することにより、株主共同の利益を著しく害するもの、お手元の招集ご通知にすでに記載のあるもの、会社の会計帳簿等を見なければお答えできない詳細な事項につきましては、お答えいたしかねますので、何卒ご理解の上、よろしくお願いいたします。なお、冒頭、議長からご説明がありましたとおり、本総会の模様につきましては、後日、当社のウェブサイトにおいて、インターネット配信をいたします。ただし、皆様のプライバシーを十分配慮し、守るために、株主の皆様のお顔、お姿、お名前、お声といったものが入ることはございませんので、ご安心してご質問いただきたいと存じます。また、議決権の行使結果について、賛成反対の票数を含めて、臨時報告書で速やかに開示することが求められております。本日ご出席いただきました皆様の賛成、反対の票数を集計して、できるだけ正確な票数を開示させていただきたいと考えております。つきましては、受付で配布いたしましたお手元のご出席表の裏に、議案への賛成反対をご記入の上、お帰りの際、ご提出くださいますようお願いいたします。株主の皆様にはお手数をおかけいたしますが、趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。ありがとう。それでは、ご質問のある方たちは、挙手をお願いいたします。今、iPad 等で私どものホームページ、一部見られない場所があるというご指摘でございますが、これについては私ども十分理解しておりまして、当社のウェブサイトにつきましては、今、日本語のものが主になっておりますが、今、20% ぐらいは海外からアクセスもされている。従いまして、日本語と英語が両方見られるようにする。そして iPad、iPhone でも動画等も含めて見られるようにするというプロジェクトを進めておりますので、できるだけ早く取り組んで iPad 等で見られるようにさせていただきたいと思います。
で、これからソフトバンクさんも au さんのネットワークもデュアルのネットワークとして使いますので、そういう形で動くことに対しては決して仲が悪いとかそういうこともありませんし、ソフトバンクのCEO は元私のアップル時代の代理店さんとして付き合ってきた方ですから、個人的にも存じ上げてますし、でまたもう一つはスプリント、米国のスプリントですけれど、米国のスプリントがソフトバンクの子会社って、財務的にそうなると思いますけれど、決して業務的には子会社っていう形にすることに対して非常に難しいことじゃないでしょうかと、人材ももう何倍いて、その方たちは全員がアメリカ人でございますので、直接日本の企業が米国の膨大な人数の会社を買収して、それを日本から真似していくっていう前例がありませんので、もちろん逆もそうですけれど、そういう文化または言葉とかそういうことのバリアがありまして、財務的に業務的には一応そういうふうに提携していろいろな新しい両ネットワークまたは料金が一緒にとかそういうことを期待できるかもしれませんけれど、決して子会社として運用されるということは可能性と極めても低いと私は思っております。株価利益というのは結果なんですよね。ですからまず私は信じていることには、利益は当然正しいことをやってる、正しい事業または経営をしているところの当然の結果だと。でその結果を追いかけるとしたら、短期間にはいろいろのプラスになるかもしれませんけど、長期的には絶対それは続かないんですね。ですから新規参入または新興企業としてまず成功して、それで本当に長期的に長持ちしている会社は何十万件の1とかっていうぐらいじゃないでしょうか。それはもちろん米国とか他の市場ではありますけれど、日本で考えていただきましたら可能性としても極めてもそれは少ない。スタートアップの会社として大成功して、または上場して5年間残っている会社っていうの数っていうことも非常に少ないんですね。ですからやっぱり頑丈に会社を作って、それで株主さんが評価していただけるようなパフォーマンスを我々としてやっていかなくちゃいけないと。それに対して事実を一応誤るようなまたは曖昧のような発表する会社もあります。我々は確実に出来上がっているものかまたはしたものかということ以外には開示しておりません。それは我々のコーポレートガバナンスの体制または理念のが芯として働いていることでございます。株価っていうものは上がってほしいですね。しかし株価は我々としては上がってもらうということに対しては株主さんの皆様の値段の次第ですから、我々としてはそれを上げるか下げるかということは実際できません。またやるとしたら違法な行為になりますので、株価を操作するつもりはこの会社はありません。またはそういうことに対して我々として先ほども今も繰り返しになりますけれど、極めても確実な報告しか我々として開示するつもりはありませんから、その我々の開示を見ていただいて安心してそれに対してリスポンドしていただくということが我々の期待でございます。でうちの株主の体制または我々としてまた一つのその今の指摘のことに質問のことに対して答えるのは、例えば新株発行してその株主に買っていただいて、それでその体制構成を変えるとかっていうことは会社としてできることですけれど、そういうことに対しては皆さんの株の立場の薄めるっていうこともありますよね。ですからそういう体制としては会社がその
特に買収されるかもしれないということとか、そういうふうに考えて、そういう体制を打つべきじゃないと私は思っています。だから経営陣として経営をがっちりして、ちゃんときちんと責任を持って、正しいことを追いかけて、正しいことをするということ以外は、また市場にお任せするしかないと私は信じております。よろしいですか。先ほどの我々としてのグラフをご覧になっていただきましたよね。それで我々としては基本的にフラットの利益をこの10四半期ぐらいは10四半期の黒字展開させていただいている数字に対しては相当のフラットの利益としてやっている理由は、我々としては意識的にフラットにしているということなんですね。ですから利益が出ることに対して我々はそれをまた例えば長年例えば我々のシステム、コンピューターシステムだとか我々に対してのこれから運用しなくちゃいけないことに対して投資はさしてないこと、設備の投資とか、その我々の先ほどのシステムですけれど、ウェブ上のシステムを本当に強化して、もっともっと皆様からの情報をちゃんときちんと伝わるようにしなくちゃいけないとか、そういうことを全部お金がかかるんですね。でそれで我々としては本当に大きいこれからの商談が入ってくるときにちゃんと準備するためにということと、そういうことに対して我々としてはお金は使わなくちゃいけないと。ですから我々としてはその利益を生んだ利益で一応使ってるんですね。ですから我々として調達した20億円ぐらい、ずっと前の20億円の資金を調達させていただいたまま、その20億をこれは貯金として安心していただくためにその20億の現金を置く。従ってその我々が生んだお金を使ってもっともっと使うところはたくさんありますけれど、やっぱり利益をちゃんときちんと出しているっていう程度の利益を出しているっていうことをお見せさせていただくために、我々としてはフラットの利益にして、上乗せ分は我々としてはそういう設備投資とか、例えばクルーシステムに投資しているとか、コンピューターの画面というものを、こんな小さい古い画面じゃなくてちゃんときちんと皆さんがよく見えるような画面とか、そういうようなところに投資させていただいているんですね。ですから会社の成長に投資するということの方が、私どもとしては株主にその配当を払うということより優先して株を上げて皆様に利益をそっちの方から届けさせていただきたいという気持ちです。まず各日本のメーカーさんから政府の公社も含めて我々と一緒にこの通信をしたいという方たちが今商談の中なんですね。そういう会社が一緒に先ほど福田が申し上げた通りに、また片山が今準備している通りに、その商談が完成してきたら、これは数億円とか数十億円の商談ではなりませんから、我々の利益が例えば今何十億円の利益が何百億円に一気に成長するっていうようなことなんです。でそれは例えばですけれど、日本ではそういう会社はありませんけれど、キャリフォルニアのシリコンバリーご覧になりましたら、単純にバブってるものじゃなくて、例えばインテルさんとかそういう会社は本格的に物理的に製品をちゃんときちんと製造して発売して、それで利益を獲得している。何かソフトウェアをね開発して、もしかするとそれはヒット商品になるかもしれないという形でそれを期待して投資する会社は日本通信ではありませんから、日本通信のことをよく勉強していただきましたら、我々としてはもう確実にこれはもう基礎ができてて、その基礎を作ることに対しては法律変えてきてますからね。それは今日明日ができることじゃないです。ですからつってもその効果が今日明日出るかとか、明日出るか明後日出るかと、私はうちの妻には3年から5年間しかかかんないから心配すんなっつって17年間後にまだ完成してないということです。しかし利益が出る会社にちゃんと基礎的にはできてますけれど、ですから準備はできてます。でその先ほどの投資も我々としてはできるような形で投資をしながら
まだ利益というものも来年はもう少しちゃんときちんと幅広く売上も上がってきますから、それはちょっとご安心していただいて、少し辛抱していただくしかないと思います。第17期当期につきましては、売上高39億4000万ということで、前年から増加、それから経常利益も前年2億7100万円が3億5100万円なので増益という結果です。で、ご質問のところは、当期純利益が前年は9億9700万円というところが、第17期2億8500万円というところのご指摘かと思いますが、昨年度につきましては、私どもが法人の事業を丸紅と合弁会社を作って、そこに 60% の株式を売却ということによって、5億弱の4億いくらの特別利益といったものが計上されております。でまた、従来過去から赤字が続いてきておりますので、私どもは税務上いわゆるその部分がですね、将来に対しての利益に対して税金を納める必要がないという部分が資産として特別に計上されるという会計上のこともございまして、その辺を取り除きますと、実は昨年の当期純利益というのは今年の2億8500万円よりは低い状態です。ですから昨年がちょっと一時的にですね、そういう子会社の株式の売却益という特別なものが昨年はございましたので、その点をご理解いただきまして、基本の部分としましては、私ども見ているのは営業利益、いわゆる本業からいくら稼いでいるのか、そしてその経常利益というところがきちっと増加をしていく。でそれ以外に特別な一時的なものはございますが、まずはそういったものを安定させて増収増益を果たしていくというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。先ほど通信が福田が申し上げた通りに有線ネットワークが開放されたからっつってインターネットっていう産業または世間が生まれたということに対してどんなに経済的に効果があったかと、インターネットに投資してきている会社どんなに成長してますかと。例えばですけど、インタグレーターとしてね、コンピューターとネットワークを一緒にソリューションとして作って企業に売ったりなんかしている会社は、例えば IBM さんとか HP さんとかああいう会社、デルさんみんなそうなんですよね。そういう会社がこれからコンピューターと通信、そういう会社が今まではね、固定通信と一応コンピューターの技術を使っていろいろな形にそのインターネットの情報をこれだけ広がるように使っていただいてきたと。で有線電話があったと同じように、今度は無線で個人の皆様に提供するようになるということが我々に対してのビジョンなんですね。で今までそのビジョンって申し上げても大したビジョンよりもう携帯電話で音声では昔公衆電話でしか外では電話できなかったのがどこからでもできるようになったということに対して膨大な成長、また経済効果が我が国も含めて効果ありましたよね。携帯電話の企業、携帯電話市場としてドコモさんはもう膨大な利益の兆円単位の利益を出している会社じゃないですか。それは携帯電話として使っているだけなんですね。本当にデータ通信で使って成長しているかどうかっていったら、データ通信に対してはインターネットのアクセスするだけでやってますので、ですから我々としては先ほど福田が説明した通りに、我々としては企業さんが移動体通信を使ってお金儲けすることに対してお手伝いするのが我々の本業です。ですからこれから通信がつながってないコンピューターっていうものはコンピューターじゃないでしょうね。本当にもう計算機じゃないですか。ですからコンピューターを使うところに対しては通信を提供するには移動体通信が必要になりますので、それを提供できる会社は、そういう形で提供できる会社は日本通信唯一の会社なので、それを一応そのニーズがちゃんと一応市場に対して影響がだんだんとなってきている。それも理解して1社から345社に去年の年度まで同じ事業をやりたいって真似したいっていうことで345社が MVNO を始めたんじゃないですか。ですからその方たちもそれを読んでビジネスを
お金を投資してなさっていると。日本だけで100兆円とかそういうレベルの年間ですよ、経済効果っていう業界が生まれます。考えていただきましたら、今の携帯電話の企業を全員集めて足してその業績を10倍にしてください。もしかしたら100倍かもしれない。その音声のために動態通信使うんじゃなくて、本当にデータとして使っているような形を考えていただきました。例えば有線ではもしもし電話ありましたよね。でそれ今はもしもし電話じゃなくて、その電話線がコンピューター同士つながって、金融業界はもう全員もう情報で動いてる業界ですよね。でその情報を提供するのは有線通信でやってるんじゃないですか。その有線電話の市場がどのぐらい大きくなったかということを比較していただきましたら、今の無線の業界の何十倍になるということはもう保守的な見通しだと思います。SIM を配り始めるということに対しては、株主さんは百何十万人いらっしゃいますから、1人だけにとか10人だけにとかということをできませんので、その方たちに1000円ずつを配るということと同じような形になるんですよね。ですからそれは配当みたいな形になりますので、我々としてはそれはまだ少しは我々の限界に幅には入れられないのでね、限界ですの部分になりますので、それは遠慮させていただきたいと思います。今現在の専用線というものは、例えば ATM マシンにつながっている専用線というものは、基本的に3万から5万円月々コストがかかるものなんですね。それは NTT 東西さんとかっていう方たちに払う料金なんです。しかし無線の場合にはその線というものはそれを使っている時にしかその線を引かなくていいので、何十倍何十分の1でコストとしてできますので、例えばその専用線が5万円でしたら、例えば我々としては1000円でできちゃうということで逆になるんですね。ですからすごい大きいコストのセービングスにコストダウンになるということで、だから無線にほとんどの米国の皆さんは無線に行きたいというふうに思ってましたけれど、基本的にキャリアさんは無線というものはインターネットにつなげるだけですから、そのセキュリティが守られてないので、それだけの安い通信を使うということは不可能だったんです。ですから日本通信の子会社として我々が開発した無線専用線という技術を使ってインターネットに出ない形で無線を使うということに対して、それこそそれだけの2桁のね割り算できるぐらいの値段で我々はそういうサービス提供できるんですよ。ですから倍にしても冗長化してね、2つのネットワークするとしたら、例えば日本ですけれど、日本のほぼの ATM はもちろん一つは NTT 東西さんの線で、もう一つは KDDI とかジャパンテレコムとかそういうところからの線が 2本入ってるんですね。ですから例えば10万円とか月々通信費だけで ATM を運用するためにかかるっていうコストがあるんです。それを10分の1にしたらそれだけコストダウンで効果があるというような特殊な技術なんですよ。だけどそれをもちろん市場に紹介しながらやっていくっていうことは宣伝広告したからそれは効果が出るということでもありませんから、やっぱりその市場である意味ではあるところまで行ったら皆さんが知られてクリティカルマスになりましたら行くんですけれど、15% の市場の率を持っているということで、だんだんと今例えばアメリカの一番大きいクレジットカードの決済会社がそれ全部無線にすると、彼らのATM マシンを全部するという決心して、その中でうちがそれをやるっていうことはいつ頃までやるっていうことはまだ
伺ってないし、見積もりとかそういうことの中ですけど、商談中ですけれど、そういうところがもう認めていただいてるんですね。ですから先ほどクレジットカード業界の PCI とペイメントカードインダストリーっていう米国の業界のセキュリティ基準に我々唯一の無線通信事業者としてその基準にはまる技術を持ってるんですね。ですから米国の私自身は米国の成長っていうのはすごく期待しています。例えば米国とも世界同じですから、例えばコンビニには今すべて銀行のキャッシュマシンありますよね。それつながってるのは全部有線でつながってるんですよ。それに対して本当に10万円とか月々皆さん払ってるのを、それをだからコストダウンしてあげるということもできます。それを今そういう商談が実際米国にいらっしゃった日本の企業の方たちが米国のそういうショーでコンファレンスでセキュリティコンファレンスでうちのウィンと一緒に出会って日本に持ってきてくれないかというような依頼もありまして、その形で我々はコントリージャパンとしてアメリカの米国の会社の子会社は日本で設立している中です。作っている中です。ですからこのセキュリティとして運用していくことはやっぱり米国のセキュリティの基準と米国のセキュリティの製品の方が日本のお客様も安心していただけますから、そのまま日本に持ってきて事業展開させていただくつもりです。それでその上で今年に集中することに対しては、先ほど福田が申し上げた会社の内線電話エクステンションで4桁の番号でどこにでもつなげられる、または東京から大阪にも無料で4桁でつながるような装置がもうほとんどの企業が使ってますけれど、それに対してスマートフォンを使いたいということですけれど、スマートフォンを使えないというところで、我々はその無線専用線という技術が利用しましたら使えるようになるので、各 PBX メーカーさんそういう IPPBX のメーカーさん、日立さんとかシスコさんとか、そういう方たちは日本で我々に一応訪問してきて、これ一緒にやってくれとお願いされて今やってるんです。しかしそういうのは商談としては時間かかりますよね。そういうところで我々としてはその時間かかるけれど、先ほど片山が申し上げたいつなるか分かんないから、それに対して今投資してできるかということに対して対応できるようにクルーシステムで利用しているということなんですけれど、そういう商談はもう山ほど各メーカーさんともありますけれど、いつそういうだからコンピューターもそうですけれど、テレビもそうですし、冷蔵庫もつなげたいと、家もつなげたいと、車はもちろんっていう形ですから、ヨーロッパの自動車は 100% セルラーが入ってなかったら売れないっていう形になってます今。ですからそういう市場には誰が無線を提供するのかと、インターネットをつなぐっていうことに対して危なすぎて使えないんですよ。ですからビジョンっていうより今の現状に対して応えるだけが我々としてのこれからのやらなくちゃいけないことなので、それはもう長持ちします。10年間簡単に我々は最高の努力してもその市場が拡大してきますから、皆さんも努力してもそのデマンドに対して満足できないと思います。今順調に進んでます。ただその無線の接続っていうことは我々が初めてドコモとで紹介市場にしたものなので、彼らとしてもやっぱり理解して自分のネットワークにどういう形でやるかとか、改めて開発が必要だとかっていうことのレベルの議論で相当詳しい技術的なもう今技術的なレベルの協議でその交渉が入っております。その相互接続自身がその相互接続の合意がねできるのと、やっぱり接続するっていうことに対して時間がかかるかもしれませんけれど、そんなに長くかからないはずです。制度的に皆様の免許がね、移動体通信の免許を総務省から使わせていただいているものに対しては MVNO と義務付けられて
相互接続しなくちゃいけないという形になっておりますので、それなかったらまたちょっと争いなとかそういうことはならないように僕は望んでるんですけれど、法的または契約的にはやる義務がありますから。しかしその中でまず Do ネットワークということに対して本ネットワークが使えないときに安心感を持てることですよね。だからドコモのネットワークで相当安定してますから、ドコモネットワークが使えないときにだけに使うということに対しては、例えばですけれどau のネットワークにももう一つモジュール入れたらローミング形でローミングとしてでもね使えることもあるんですよね。ですから我々はネットワークに接続することに対してサービスを始めるということに対しては特にこの相互接続の形態でやらなくちゃいけないとは限らないですから、いろいろな方法がありますからこのサービスを提供する時期またはお客様がそれを依頼するときには我々はそのソリューションを一応提供できるような形に今なっております。それは可能性はゼロと言いませんけれど、やっぱりそのところで経営的にメイクセンスするかどうかということを判断した上でお客様はそのソフトバンクのネットワークがドコモのネットワークだからその SIM を買うっていうより、その SIM でちゃんときちんとサービスを受けられるかということの方が重要性を感じているんじゃないかなと私は思うので、その安心感を持ってそのサービスのサービスとしての効率、どこに行ってもつながるとかっていうような方が、同じ値段だったらドコモさんのネットワークの方がネットワーク的には効率がいいと思うので、しかしドコモのネットワークはもう 100% じゃないですけどね、90何%ですけれど、そのところで他のネットワークの方がつなぐ可能性が確率としては高いとしたらそっちの方もドゥールのして使うということですけれど、そういうSIMとかそういうことに対してはこれからビジネスオプチュニティとして一応判断していきたいと思います。私たちのディレマとしてはマネジメントのディレマとして株主さんっていうのは一人とか一組ではないんですね。いろいろな株主さんがいらっしゃいます。いろいろ意見の株主さんがいらっしゃいます。または企業の株主さんもいらっしゃいます。またはファンドの株主さんもいらっしゃいます。できるだけ我々としては株主さんの依頼に対しては我々としてもコールセンターとかIR の部隊を持っていろいろな方たちとお話しさせていただいていると思います。この本日いらっしゃっている方たちも当社の我々の社員と一応質問していただいて我々としてできるだけの丁寧で本音でまっすぐ答えていらしていただいていると思います。で株っていうものですけれど、やっぱりそのリスクがあるっていうことは前提でお買い物なさなくちゃいけないものじゃないでしょうか。で我々としては何か失礼なこととかそういうことを一切するつもりはありません。そういうことをするとしたら本当に大きくお詫びを申し上げます。しかし我々としては公平にやっていかなくちゃいけないということに対して公平性を担保するということに対してどの一人の株、米国では法律があってね、法律がありまして、公平に例えば一気に情報っていうものは全社株主に開示する情報しか出しちゃいけないと。フェアディスクロージャーっていう法律なんですね。ですからそういうことも守りながら我々としては基本的に公平にどの株主さんにも同じような形の情報または我々としての期待を一応お話しさせていただいたりお聞きになっていただけたら、どうしかっていうと私は例えばファンドとか株主さんの集まりがあったとしてもそういうところで招きされたら僕はいつでも行きますよ。しかしそういうことに対して会社の優先も我々の僕の責任もありますけれど、そういうことを少しは評価していただいて調整していただけるんでしたら僕はそういう形にも個人株主の報告の
会議をするとかっていうことも我々の中で考えてますけれど、その余裕は今、ちょっと我々として今までなかったんですね。ですから、年の一遍のこの株主総会でこれだけの質問をいただくということは、私は光栄です。で、本音でやってる会社ですから、我々としては、私も株主ですし、他の会社の株主として立場も、私持ってますし、株主としては、一応会社が正しくいいことやって、儲けて、私の利益に長期的になってほしいと。で、今日買って来週に儲かった毎日株価を見てて、この株はどんどん上がっていくっていう株価っていうのを僕は見たことないんですけれど、確実に上がっていくっていう株っていうものは存在されないはずなんですね。どうしてかっていうと、市場でいくらいい会社でも売買されるってことに対してパターンとかビヘイビアとか他の影響があんまりも風の向きとかっていうことぐらいに振られるぐらいの株価っていうものはそうじゃないですか。私は株価のことに心配するときには、我々としては皆さんに対しての本当の時価総額がそんなにどんどん下がっていって、この会社は潰れちゃうということに対しては、私は経営陣としてその経営責任がありますね。で、それだけど株を強化するために我々は経営的に何かするっていうことは、利益を出す方針しかしません。それ以上期待していただくんでしたら、日本通信の株をもしかすると、長期的に考えていただけなくちゃいけない株だと思ってますから、長期的にって言ったらどのぐらいって言ったら、私は先ほど申し上げたように3年から5年の先にしか考えられませんけれど、その範囲では我々は心から信じていることは、本当に良かったねっていうことの期待は満足できると思います。しかし今日明日、または来月、来期っていうことに対しては残念ながら私答えられません。それは私の本音です。だから株主に対してどうやってくれるのかということに対しては、我々としては株主によって株主の依頼に対して答えるしかないんですよ。いろいろな株主さんの依頼に対していろいろな扱い方はさせていただきます。しかし、極めてもそれはすべて公平にやらせていただいております。よろしいですか。それはいいアイデアでございますので、ぜひ検討させていただきたいと思います。それではご質問はこれでないようですので、議案の採決に移ります。なお、この採決によって、すでにいただいております、議決権行使書による賛成、反対を含めて、決定させていただきますので、ご理解なさってよろしくお願いいたします。採決は挙手で行いさせていただきたいので、よろしくお願いいたします。第1号議案、定款一部変更の件の採決をいたします。議案にご賛成の方は、ありがとうございます。挙手によって、議案にご賛成のが、すいませんね。賛成は3分の2の以上と認めます。よって本議案は議案の通り可決させていただきました。続きまして、第2号議案、取締役4名選任の件の採決をいたします。本議案につきましては、4名一括で決議をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。議案にご賛成の方は挙手をお願いいたします。ありがとうございます。賛成過半数と認めます。よって本議案は原案の通り可決されました。
続きまして、第3号議案、監査役1名選任の件の採決でいたします。議案にご賛成の方は、挙手をお願いいたします。ありがとうございます。賛成過半数と認めます。よって本議案は議案のとおり可決されました。ありがとうございました。なお、本総会の終了後に、ただいま選任させていただきました取締役及び監査役を紹介させていただきます。以上で本日の会議の目的事項はすべて終了いたしました。第17回定時株主総会はこれで閉会いたします。本日は誠にありがとうございました。それでは、先ほどご選任いただきました取締役及び監査役を紹介させていただきます。まず、最初、私は自己紹介として三田誠二でございます。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。諸田取締役。ボンダーシュメット取締役。木村監査役。塚田取締役、すみません。塚田取締役。塚田です。よろしくお願いします。それでは、参会にあたりまして、皆様には、日本通信の成長へのご支援をお願い申し上げますとともに、皆様たちのますますのご健勝をお祈り申し上げます。本日は誠にありがとうございました。